様こんにちは、セリナです。今回は3月17日にリニューアルをしたディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーをご紹介していきます。こちらのコンシーラーはリニューアル前からかなり人気のアイテムだったので、今回のリニューアルも大注目ですよね。リニューアル前と後の違いについてはもちろん、バックステージラインから発売されているコンシーラーとの違いも、下地のみの状態の上に重ねた時の質感や塗り心地、そしてカバー力や色出しについてを比較した後に、マットタイプのファンデーションと組み合わせた時にパサつきや重さが出ないかもしっかりと検証していきたいと思います。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー。高いカバー力のクリーミーなコンシーラー、ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーがよりケアし、より色移りしにくい処方へ進化。肌悩みを消し去るハイレベルなカバーで、まるで素肌のように美しい仕上がりを実現しました。24時間マスクへの色移りや小じわに入り込むことを防ぎながら、顔のキメを滑らかにし、均一な肌色に整えます。汗、蒸れ、くすみにも強いロングラスティング処方によって、朝から晩までつけたての仕上がりが崩れずにキープします。メイクしながら肌を優しくケアする新 96% 自然由来成分配合。フローラルスキンケア成分を高配合したコンシーラーは、皮膚が薄くデリケートな目元をケアし、潤いに満ちた明るく滑らかな肌へ整えます。カラー展開はディオールスキンフォーエバーファンデーションをベースにした10のシェード。今回私は標準色の 2N のカラーをセレクトしました。まずは旧タイプと新タイプの違いについて見ていきたいと思います。フォーエバーコンシーラーはリニューアル前からかなり人気のアイテムだったので、愛用されているという方も多いんじゃないでしょうか。今回のリニューアルで大きく変わった点を BA さんにお伺いしたところ、まずスキンケア成分が 96% と高配合になり、より滑らかなテクスチャーに変化したとのことでした。ブランドからの説明にもクリーミーなテクスチャーで目の周りなどの皮膚の薄い部分にも使いやすいと記載がありましたが、手元で見た感じ、リニューアル前の伸ばしていくと肌にピタッと密着する感じはそのままに、少し柔らかいテクスチャーに変化しているなと思ったので、まずは顔全体に先月リニューアルしたばかりのディオールスキンフォーエバーグローベールを塗って、目の下などの広範囲と赤みやニキビ跡などの気になる部分のカバーにそれぞれ塗って、リニューアル前との違いを見ていきたいと思います。まずこちら側にリニューアル前のアイテムを塗ってみます。まずは目の下の広範囲に塗っていきます。リニューアル前は 1W という標準色よりも一つ明るくてウォーム系のカラーのものと、今塗っている 2N というニュートラルカラーのものを使用していましたが、1W だと私の肌では少し明るくて、2N だと少し暗いなと感じていました。こんな感じで 2N だと少し暗く感じるので、明るさ出しというよりもカバー目的で使用することが多かったです。目の下に塗るとこんな感じで、クリーミーで少し厚みのあるテクスチャーが肌にピタッと密着して、肌表面はベタつかずにすぐにフィットしてくれるようなタイプでした。少し重さがあるのでしっかりとカバーしてくれますが、厚塗り感が出てしまうという感じではないので、下地とコンシーラーだけで仕上げたいという方にも使いやすいアイテムでしたよね。続いてニキビ跡などカバーしていきます。こんな感じでタップするように塗っていくと、ハイカバーのタイプのコンシーラーなので、しっかりと赤みやニキビ跡もカバーすることができます。とてもハイカバーなコンシーラーですよね。
はい、こちら側に旧タイプのコンシーラー 2N を使って目の下の広範囲と赤みやニキビ跡が気になる部分のカバーに使用してみました。やはりリニューアル前からハイカバーなコンシーラーだったので、現在下地とコンシーラーのみで仕上げている状態ですが、しっかりと赤みや色ムラなどの気になる部分をカバーしてくれていますよね。近くで見てもこんな感じで、少し重さがあってクリーミーなタイプですが、肌にピタッと密着してくれるので、何度か重ねたところもしっかりと肌に馴染んでくれています。ただやはり旧タイプの 2N のカラーはほんの少しだけカラーが暗いなという印象だったので、下地のみの方と比較すると若干肌トーンが落ち着いている感じには見えますよね。そして少し赤みも感じるような色出しだったので、目の下などの青グマを補正する効果はあったかなと思います。それでは反対側に新タイプのコンシーラーを塗っていきます。店頭でお伺いしたところ、新タイプと旧タイプでは色出しは変わらないとのことでしたが、手元で見た感じ、ほんの少しだけ新タイプの方が赤みが抑えられていて、少しだけ明るくなっているなと感じたのと、2N の他にもともと使用していた 1W というウォーム系のカラーは、今回店頭発売はなくオンライン限定発売になってしまったとのことだったので、今回は新タイプも 2N のカラーをセレクトしてみました。実際に肌の上にのせた時にどのくらいカラーが変化したのかが楽しみです。まずは目の下に塗っていきます。手元で見た感じもテクスチャーが柔らかくなったなと思いましたが、肌の上にのせてもこんな感じで、しっとりとしたテクスチャーはそのままにより軽くなった感じがします。そしてやはりカラーも結構明るくなっていますね。何度かしっかりと重ねても全然重たくなることもなく、肌にピタッと密着するというよりも肌に自然に溶け込むという感じに変化しました。個人的にはリニューアル後の方が伸ばしやすくて使いやすいなと思います。はい、まず目の下の広範囲に塗ってみました。まずカラーについてですが、旧タイプと比べるとやはり少し明るくなっている感じがして、普段ディオールのファンデーションの 2N を使用している私にもぴったりなカラーになった感じがします。色出し自体は変わっていないとのことでしたが、テクスチャーが少し柔らかくなったというのと、肌にピタッと密着するというよりも肌に自然に溶け込んでいくような感じのテクスチャーに変化したというところも関係しているのかもしれません。では続いて赤みやニキビ跡のカバーをしていきたいと思います。まずこちらのニキビ跡ですね。肌に溶け込むようなテクスチャーに変化して少し柔らかい質感に変化しましたが、それでもこんな感じで高いカバー力はそのままで、きちんと赤みもカバーしてくれます。より自然にハイカバーに仕上げてくれる感じがして、カバー用としてもものすごくいいですね。はい、こちら側に新タイプの 2N を使って目の下の広範囲と赤みやニキビ跡などの気になる部分のカバーに使用しました。まずこのくらいの距離で見るとより分かりやすいと思いますが、旧タイプと新タイプでは明るさが少し違いますよね。新タイプの方がより自然に肌に馴染んでいる感じがするので、旧タイプだと少し暗いなと感じていた方にも、新タイプは同じカラー番号のままでも使いやすくなったんじゃないかなと思います。そして何よりも質感の変化を大きく感じて、旧タイプはハイカバーなコンシーラーが肌の上にピタッと密着するような感じだったのに対して、新タイプはハイカバーでクリーミーなコンシーラーが肌に溶け込むように馴染むような感じなので、近くで見た時の肌に自然に溶け込む感じだったり、毛穴にも綺麗に馴染んでいる感じの違いがとても分かりやすいと思います。ただ肌表面を触った感じは旧タイプと同様、ベタつき感もなくしっかりと肌に密着してくれる感じがするのと、高いカバー力や自然なツヤ感という仕上がりの面では旧タイプと変わらないので、旧タイプの仕上がりはそのままにさらに塗りやすく使いやすいテクスチャーに変化したという感じです。
今回のリニューアルでさらに使いやすくなったんじゃないかなと思います。では続いて、こちら側に新タイプのフォーエバーコンシーラーを残したまま、反対側には同じディオールのバックステージコンシーラーを塗って仕上がりの違いを比較してみたいと思います。バックステージコンシーラーはこんな感じで、フォーエバーコンシーラーよりもかなりみずみずしくて伸びがいいタイプです。テクスチャーもものすごく軽いので、目の下に重たいタイプのコンシーラーを塗ると、よれや崩れが気になるという方にとてもおすすめです。そしてこんな感じのツヤがものすごく綺麗に出るタイプです。続いて赤みのカバーをしていきます。軽くてみずみずしいタイプですが、タップしていくとある程度の密着感もあるので、意外と赤みやニキビ跡のカバーにも使用できます。ただやはりカバー力はフォーエバーコンシーラーの方が高いです。はい、こちら側は新タイプのフォーエバーコンシーラー。反対側にはバックステージコンシーラーを塗ってみました。両方とも同じ 2N というカラーを使用していますが、バックステージコンシーラーと旧タイプのフォーエバーコンシーラーはかなりカラーの明るさや色出しに違いがありましたが、新タイプのフォーエバーコンシーラーとバックステージコンシーラーでは結構カラーが近づいた気がします。それでもやはり比較してみると、バックステージコンシーラーの方がさらに少し明るくてイエロー寄りの色出しな感じはしますが、新タイプのフォーエバーコンシーラーが明るくなったというのがより分かりやすいんじゃないかなと思います。仕上がりの違いとしてはこんな感じで、フォーエバーコンシーラーは素肌のような自然なツヤ感なのに対して、バックステージコンシーラーはみずみずしいツヤが肌全体に乗るような仕上がりです。そしてアップで見るとこんな感じで2つのカバー力の違いがより分かりやすいと思います。バックステージコンシーラーもカバー力が低いというわけではないですが、赤みや色ムラをしっかりとカバーしたいという方にはやはりフォーエバーコンシーラーの方が使いやすいと思います。目の下の明るさ出しやツヤ出しにはバックステージコンシーラーが使いやすくて、気になる部分のカバーにはフォーエバーコンシーラーがよりおすすめだなと感じたので、この2つを使い分けるというのもいいんじゃないかなと思いました。どちらもすごく自然で綺麗ですよね。それでは最後はセミマットタイプのファンデーションの上に重ねた時にパサつきや重さが出てしまわないかを見ていきたいと思います。先ほどと同様、下地はディオールスキンフォーエバーグローベールを塗っていて、ファンデーションはディオールスキンフォーエバーフルイドマットを塗っている状態なので、この上にそれぞれ旧タイプと新タイプを重ねてどんな感じの違いがあるか見ていきたいと思います。まず旧タイプを目の下にのせてみます。やはり旧タイプは肌の上にピタッと密着する感じなので、ファンデーションの上に重ねても汚くなってしまうという感じはしませんが、少し重さが出る印象です。目の下の乾燥が気になるタイプの方には少し重さでよれてしまう感じが気になるかもしれません。続いてカバーに使ってみます。カバーに使うとこんな感じでファンデーションとコンシーラーがピタッと密着してくれて、しっかりカバーしてくれる感じがとても良かったですよね。続いて新タイプ、まずは目の下に塗っていきます。新タイプはやはり少し軽くなったのと柔らかいテクスチャーに変化したので、目の下にのせても重さが出る感じもなく、ファンデーションにスッと溶け込んでくれます。より使いやすくなりました。そして赤みのカバーもファンデーションとコンシーラーの境目がわからないくらい綺麗に馴染んでくれますが、カバーもしてくれます。ファンデーションもコンシーラーも同じ 2N のカラーを使っていますが、ものすごく馴染みがいいですね。はい、下地にフォーエバースキングローベールを塗って、ファンデーションにフォーエバーフルイドマット、そしてこちら側に旧タイプのフォーエバーコンシーラー、反対側に新タイプのフォーエバーコンシーラーを重ねてみました。どちらもマットタイプのファンデーションの上に重ねてもパサついてしまったりよれてしまったり、
ファンデーションの仕上がりに影響が出るということもありませんが、やはり旧タイプは肌の上にコンシーラーがピタッと密着する感じだったからか、目の下にほんの少し厚みが出ている印象だったのに対して、新タイプはカバー力はそのままに、よりファンデーションとコンシーラーが綺麗に溶け込んでいる感じがしました。アップで見ると赤みのカバーとして重ねた部分のコンシーラーの馴染み具合の違いがよりわかりやすいと思います。そしてファンデーションの上に重ねるとさらにカラーの違いがわかりやすくて、旧タイプはこんな感じでコンシーラーを重ねたところが少し暗くなっている感じがするのに対して、新タイプはこんな感じでファンデーションとコンシーラーの境目がわからないくらい綺麗に馴染んでいるので、新タイプはフォーエバーファンデーションと大体同じくらいのカラーでした。はい、ではこんな感じで3月17日にリニューアルをしたディオールのディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーをご紹介していきました。リニューアル前からかなり人気のアイテムだったので、どんな感じに変化したのかすごく気になっていましたが、リニューアル前のカバー力や密着感はそのままに、より滑らかに、より塗りやすく、そして肌に自然に溶け込むような仕上がりになっていて、とても使いやすく進化したなと思いました。そして気になっていた色出しについても、新タイプの方が少し明るくなっていた感じがしたので、とても使いやすくなったんじゃないかなと思います。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。